上皿ゲーミングラボラトリーズを主催する、所長の上皿だ。本研究では、20人のトレーナーが集まれば、ポッポ編成だけで、スーパーメガレイドは攻略できるのか。この仮説について検証した。今回は、ゴーフェスとグローバルで登場した。メガミュウツー X、そしてメガミュウツー Y、同一条件で2種類のスーパーメガレイドに挑戦した。その結果、両方で攻略成功を確認した。しかし、本研究で重要なのは攻略できたことではない。この結果から何が導き出せるのか。詳細は助手のメタンに報告してもらう。メタン、頼む。了解しました、所長。それでは、今回の研究について、整理していきます。まず、今回の検証条件です。参加人数は20人。使用するパーティーは、ポッポ5体、メガピジョット1体。PL については、統一条件とはしていません。一方で、検証条件を統一するため、ポケモンが倒された後は、最初に編成したパーティーのみで回復し、別のポケモンを使用することは禁止としました。つまり、途中で高火力ポケモンへ入れ替えて攻略することはできません。この条件で、メガミュウツー X、そしてメガミュウツー Y へ挑戦します。
ここまで、メガミュウツー X、そしてメガミュウツー Y、どちらも攻略成功を確認しました。ここで、今回の検証結果を整理します。ポッポだけで攻略したいのであれば、通常のミュウツーレイドで検証すれば十分です。今回、あえてスーパーメガレイドを選択した理由は、人数が揃う環境では、火力ではなく、シールドを突破できる環境を整えることが攻略の前提になっている。この仮説を実証するためです。そのため、今回の編成では、火力を意図的に抑えることを目的として、ポップを採用しました。ただし、スーパーメガレイドでは、シールドを突破できなければ、検証そのものが成立しません。そのため、メガピジョットを1体採用しています。動画を確認するとわかるように、シールド突破後の主力火力となっていたのは、メガピジョットです。つまり、今回の検証は、ポップだけで攻略したことを示すものではありません。一方で、残り5体は、すべてポップです。それでも、メガミュウツー X、メガミュウツー Y、どちらも攻略できました。今回の検証結果は、人数が揃う環境では、火力よりもシールドを突破できる環境を整えることが攻略の前提になっているという仮説を支持する結果となりました。そして、その前提さえ満たしてしまえば、残りの火力は極端に高くなくても攻略できる可能性があることを確認しました。今回の検証だけで、すべてのスーパーメガレイドに当てはまると断定することはできません。しかし、少なくとも、メガミュウツー X、メガミュウツー Y、この2種類では同じ結果を確認しています。ありがとう、メタン。今回の研究では、メガミュウツー X、そしてメガミュウツー Y、2種類のスーパーメガレイドで同じ結果を確認した。もちろん、今回の検証だけで、すべてのスーパーメガレイドに当てはまるとは断定できない。しかし、少なくとも今回の研究では、人数が揃う環境において、攻略の前提となっていたのは、高い火力ではなく、シールドを突破できる環境であると言える。そして、今回の研究結果から、スーパーメガレイドにおいて、極めて重要なことが一つ分かった。他のトレーナーが、メガ進化したポケモンをパーティーへ編成しているかどうかはわからない。しかし、自分自身が、メガ進化したポケモンをパーティーへ編成しているかどうかは、確認できるという点だ。また、今回の研究によって、新たな研究課題も見えてきた。それは、シールドを破壊せずに、スーパーメガレイドを攻略することは可能なのか。また、可能であるならば、攻略に必要な最低火力は、どの程度なのか。この点については、今後の研究課題としたい。本研究が、あなたのプレイや検証の一助となれば幸いだ。もし、今回の報告が役に立ったと思っていただけたなら、チャンネル登録や高評価をしていただけると、次の研究の励みになる。それでは、次回の研究報告でまた会おう。